はい、皆さんこんにちは。佐藤健カウンセリングオフィスの佐藤です。今日は私が上がり症の方に今一番言いたいことについてお話しさせていただきます。私は5年ぐらい前からですね、上がり症の方向けのカウンセリング、そしてセミナーをずっとやってきました。で、私自身が上がり症で悩んだ、20年ぐらい悩んだ当事者です。で、私自身の体験、そしてこれまで会ってきた方、当事者の方は、講座の回数で言うと、もう何百回、300回、400回、ちょっと何百回と多分やってると思いますし、カウンセリングとかを含めるとね、それこそ1000人、2000人超える上がり症の方と会ってきました。いろんな方と会ってきました。じっくり関わった方もいれば、1回限りのね、ご縁という方もいましたけど、その中にはね、良くなった方もね、何人もいます。多くいます。で、そういったことでね、いろんなことをやってきた中で思うことはね、一番言いたいことはね、そういった方がご相談に来るときに何を言うかっていうと、佐藤先生、人前で緊張しちゃうんです。手が震えちゃうんです。ドキドキして辛いんです。人の目が見れないんです。怖いんです。上がっちゃうんです。みたいな感じで、この震え、この緊張、この恐怖をね、なんとか抑えたいんです。なんとかなりませんかって来るわけですよね。その時はね、私はいろんなね、その時によって何言うかっていうのはどうなるか分かんないんでね、いろいろ言うんですけど、私の心の中ではね、答えは決まってるんですよ。心の中では、それ実際表現するかどうか置いといて、心の中の答えはこうです。それを何とかすれば無理なんです。この緊張、この不安、この恐怖感、これを何とかしようと思って、これを軽くできた人、これをなくすことができた人って、果たしてどれぐらいいるんでしょうかね。人は人として生きる以上、喜怒哀楽はね、必然です。怒り、悲しみ、喜び、絶望、希望、嫉妬、恨み、妬み、羨ましい、なんだろうな、悔しい、後悔、残念、悲しい、いろんな感情があります。身体反応もありますよね。くしゃみ、咳、おなら、ドキドキ、しゃっくり、鼻づまり、目がかゆい、いろんな身体反応もあります。これら身体反応、これらいろんな感情はコントロールできるんでしょうか。悔しいって思わないようにできるんでしょうか。腹立つのを腹立たないようにってできるんだろうか。かゆいのをかゆくないってできるんだろうか。寒いのを寒くないなんてできるんだろうか。無理ですよね。なのに上がり症の方は、その緊張、その不安、この恐怖、それがあまりにも強くて、そして耐え難くて、何とかしようとして、それと戦い始める。そこから始まるのが上がり症の歴史。で、その歴史の中に生きると、ほとんどの方がね、10年、20年単位の方になるような印象があります。なぜかというと、不可能を可能にしようとする戦いが始まるから、あらゆる相談なところに行っても、やっぱりその上がりを何とかしよう、この緊張を何とかしよう、この不安を軽減しようという戦いに、支援する側もね、そういう発想でやっていって、その発想をもとに巻き込まれていくんですね。不可能を可能にしようとする戦いに。私はね、本当に言いたいんですよ。いろんなね、インターネットでいろんな情報ありますけど、ソフトに言うと、なんかね、うん、残念ですね。残念。私自身もね、何十年悩んだ。私のところに相談する人も何十年組ばっかり。みんなね、ちゃんとしたね、治り方にたどり着かなくてね、一人苦しんでね、一人悩んでね、一人しんどい思いしてる人がいっぱいいすぎるんですよね。上がらないようにっていう目標のもとに様々なアプローチをやっていくことで。なんで上がっちゃいけないんですか？ちょっと聞きたいんですけど、誰かに言われたんですか？上がっちゃいけないって。緊張しちゃいけないって誰かに言われたんですか？不安になっちゃいけないって誰かに言われたんですか？どうして上がってはいけないんだろう。上がり症の方は不
可能を可能にしようとするミッションを自らに与えて、それをできない自分を自己否定しまくる超 SM？ なんだよくわかんないですよ。 M なんですか？ちょっとこれよくわかんないですよ。まあね、自分責めがね気の毒ですよ。かわいそすぎる。不可能なんだもん。この上がりへこの緊張なんとかしようなんて。上がっちゃならないんじゃなくて上がっていいんですよ。誰が決めたんですか？上がっちゃならないって思うからますます上がっちゃうんですよ。上がっていい。まあ思えないですよ。失敗しちゃならないっていう方がほとんど。私もそうだったわけですからね。思えないかもしれないので、上がっていいんだってね。上がりを許せるようになっていくと、まずほとんどの方が軽減していきます。不思議なことに。ちょっと軽くね、私と一緒に唱和してください。皆さん人前に立ってます。人前に立ってます。10人、20人、30人の前に立ってます。3分スピーチ始まります。もう会場にいる時から例えばその30人がね、順番に当てられていくんですよ。で、私30番目、一番最後。自分の順番が回ってくるにつれ、もう心臓がね、ドクドクドク跳ね上がってくる。死ぬ、苦しい。はい、そこで佐藤さん、じゃあこれから3分話してください。で、その時頭の中で何考えるか。震えたらどうしよう。上がっちゃったらどうしよう。失敗したらどうしよう。上がっちゃいけない。上がらないようにしなきゃ。っていうふうにやるわけなんですけど、それを今から変えていきます。昭和してください。同じこと言ってください、試しに。うわ、上がってきた。上がっちゃうよね。そりゃ上がるよ。上がり症なんだもん。上がってもいいんだよ。上がってもしょうがないよ。はい、ちょっと同じように言ってみてどう感じたか。バージョン2。あ、手震えてる。震えちゃってるね。そりゃ震えるよ。こんなに緊張してんだもん。しかも上がり症なんだもん。震えちゃうよ。しょうがないよ。震えてもいいんだよ。思えないかなみたいな感じで同じように言ってみる。これらを一言で言うと、気づく、認める、許すっていう表現をね、ちょっと言葉を変えてやってみました。上がり症の方は気づかないようにして認めがたくて絶対許さないんですよ、症状だからハマっていく。で、大事なことはね、まず気づくことがね、むちゃくちゃ大事です。超シンプルなんですけどね、うわ上がってるな、それをありのままに感じる。いい悪いじゃなくてありのままにそこに観察してあげる。手が震えてる。手震えちゃってるな。ドキドキ、心臓張りそうだ。苦しいよ、苦しい。不安で怖いよ。これが気づくっていうか、ありのままの自分を表現する。で、認めるっていうのが、上がっちゃうよね。上がってるね。ドキドキしてるな。ドキドキしちゃうね。上がり症だもん。許す。上がってもしょうがないよ。上がり症だし。ドキドキしちゃうよ。ドキドキしてもいいんだよ。これが許す。こういうことをね、表現していく。これはね、体感した人じゃないとわからないですけど、こういう感覚を形からで入ってもいいと思ってます。形からと後から心がね、体がついてくるんで。上がり症の方は形にせよ、心にせよ、言葉にせよ、上がってはならないっていうふうにやるから上がり続けるだけなんですよね。だからこれを気づく、認める、許すっていうのを、言葉を変え、これいろんな工夫があるんですけれども、いろんな表現できるんですけれども、それで一番しっくり作るような言葉をね、ふって喋った時、ふっと収まる感覚を覚える人が多いです。一人でやるとどうかわかんない。一人でやってもどうなんだろうな。いいんじゃないかなって気がしますよね。こういうふうにやってみるっていうのがいいかもしれません。この感覚が根付いていくと、上がるのはしょうがないっていうふうになっていくと、もう
ほとんどの方が、100緊張がね、じゃあ0になりましたってことはありえないとは思うんですけど、100の緊張が90になり80になったり70になったりすることがあったりします。でこれが習慣化して定着していくと、だんだんしょうがないんだな、佐藤先生が言った通りっていうふうなコメントされる方がね、ほとんどです。もう一回言います。上がっちゃならないんじゃなくて、上がっていいんですよ。人間として上がらざるを得ない。上がりやすい、緊張しやすい、敏感な上がり症なんだから、それをあってはならないって否定した時はもうむちゃくちゃですよ。この自虐的自罰的なあり方を改善していく。あらゆるアプローチ、上がり症のアプローチはこういう発想でいろんな角度からやってるアプローチであれば、私の知らないアプローチでもね OK だと思いますよ。上がらないようにって話し方のテクニックを覚えてね、何やるんですか。上がっちまうじゃないですか、そんなもん。ボロクソ言ってんな。まあいいや。そう思ってんです、私は。はい。これが私の思ってる真実です。で、こういうふうに思ってくれる、こういうふうに考えてくれるカウンセラー、精神科医、そういった人がね、どんどん増えていくっていうのがね、本当望ましい世界じゃないかなというふうに思ってます。不可能を可能にしようとすることはね、やめましょう。無理ですよ。無理だって思った時、不可能が可能になっていく。不思議なんです。上がり症は治そうとして治らず、治すことをやめた時に治り始める。これが上がり症の摩訶不思議な矛盾した病である、治らないゆえんであり、そこが治すポイントであるゆえんです。はい、こんなことを私はね、上がり症の講座を通していろいろ話しています。で、いろんな角度からね、いろんなアプローチから話していくことで、だんだんみんなね、って感じで次第に分かっていって、次第に実体験を通してそういうことだったんだなって気づいて良くなっていく方が多いです。もしよかったらね、講座に、ご参加ください。この概要欄のところにね、講座のご案内とか書いてますので、そういった方はぜひお待ちしてます。はい。今日はこんな感じでした。以上です。どうもありがとうございました。